はい、こんにちは。海海とうとうチャンネルのとうちゃんです。ですね、皆さん夏休みいかがお過ごしですか？せっかくの長い休み時間、長い休日があるんで、皆さんに本を読んでもらいたくてこの動画を、撮ってます。本はね、いろんな場所で、環境関係なく読めるんで、こういう長い休日の間に何か一冊読んでもらったらいいなと思って、本のすすめの動画を上げています。はい、で、そんな自分も多く本を読む方ではないんですけど、その本について、皆さんにお伝えしようと思うことがあるんで、いくつか喋りたいと思います。カンペもあります。はい、いうこともいっぱいあるんで、カンペにしてます。まず、1個目。1個目は、本っていう媒体についてですね。本って皆さん、最近買ってますか？面白い本とか、なんでもいいんですけども、買いますよね、本屋さんで。で、その時に、本を面白いから、もう一冊同じ本を買おうってならないですよね。本ってまた読もうと思った時、同じ買った本をもう一回ページを開きますよね。それって、本屋さん、本を売る側にとっては何のお金が入らない、売り上げにならない、得もないんですよね。でも対照的に映画だと一回見た映画をまた見ようって思った時、本みたいにページを開くことはできないんで、もう一回本屋さんに行ってお金を払って、見ますよね。その違いがあるんですよね。なので本っていうのは人気と売り上げが比例しないんですよね。なのでたくさん売れてる本だからっていい本というわけではないんです。そこをまずお伝えします。大事なところなんで。で、あと2点目。あと人によって本は好きな本は違うっていうところなんです。自分が好きな本っていうのは誰かに渡したとして、その本が渡された方が喜ぶかっていうのは別の話なんですよね。うん。だいたいあらすじとかで内容とかは見えてくるんですけども、なかなか他の人が面白いって言った本が自分が面白いっていうわけではないので、これが世代だったり男女だったり置かれた立場だったり変わってくれば、また本を読んだ時の受け取り方も違ってくるんで、本の主人公が複数名いた場合、
加害者と被害者のどっちの方に気持ちが入るかっていうのもまた変わってくるんで、本当に人それぞれ本の読み方、読み取り方はそれぞれなんで、自由っていうのもあるんですけど、そうですね。読み取り方は人それぞれなんで、好きな本も人それぞれなんで、なかなかこれが本の選ぶところの難しいところでもあるところですね。はい、3個目。読む能力、労力ですね。本って、皆さん本読んでないかもしれないんですけど、なんで本読まないかって言ったら、面倒だから、字を追うのが大変だから、目が疲れる。まあ、いろいろ、本の大変なところを挙げると、いっぱい出てくるんですけど、やっぱり、疲れるんですよね、本読むと。面白い本に当たっちゃうと、もう本当にすぐ、なんなく、もうなんなら1日で本を読んじゃうんですけど、面白くない本だとやっぱり、なかなか、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、読まない、積み上げる、みたいな風になっちゃうんですけど、まあ、労力がかかっちゃうんですよね、読むのに。例えば映画だったら、目を閉じてても耳から会話だったりストーリーが入ってきたりするんですけども、本っていうのは自分で読み進めないと物語が進まない、話が止まってしまうっていうのがあるんで、まあ映画に比べればこう自分から仕掛ける能動的、本当に映画は受け手ですよね。何もかも耳もそうだし、いろいろ視覚的にもそうだし、でも本っていうのは本当に目で読まないと情報が入ってこないですから、本当に自分からこういかない、進めないと物が運ばない、そういう媒体なんですよね。なので大変で、本を嫌いになったり読まなくなったりする人がいて残念なんですけど、まあこの動画で、ちょっとそのハードルを下げてあげることができればいいなと思って、おります。はい。4点目、世の中には数えきれない本があります。で、一人の人間がそれを全部読むことはできません。しかも、人間は年老いていくので、まあ、本が読める年齢もありますし、本が一生のうちで本が読める年齢っていうのもありますし、逆に本を読めなくなる時期もありますので、一生のうちで、読める期間っていうのはこの間の期間しかないんです。で、まあ今本が読めるけど読まない時期っていうのは本当に無駄、人生を損していると私は思います。なので皆さんに、本を読んでほしいので、その本の魅力を伝えできたらいいなと思って、動画を作ります。で、最後になんですけども、残念なお知らせがあって、まあ人にもよるんですけど、本の9割以上が外れです。ででん。そう。せっかく大変な思いをして、
1ページ目から、数百ページ読んで、閉じて、外れなんです。もうほんと時間を返してくれってなっちゃうんですけど、外れなんですよね。9割。残念なんですけど。本当にいい本っていうのは、もう、開いた瞬間からいい本で、これ当たりだなと思ったら、もう1日でもう次のページ、次のページ、続きが気になってしょうがない。もう次のページ、次のページめくっていくんですよね。なんで、あっという間に読めてしまって、で、ほんと読んだ後も、すごい、いい本だったなーって思うんですよね。でも、9割以上、外れの本なんです。なので、その9割に当たらない方法っていうのは難しいんで、9割の本の、対処方法を学んだ方が効率がいいかなと。はい。そういうのも伝えられたらいいなと思います。はい、簡単な方法としまして、数読むんですよね。数読んで、その中から当たりがあるんで、当たりが出るまで読みまくる、はい、という方法しかないんですけどね。はい、その他外れの対処方法とか本の扱い方とか、次回の動画で、紹介したいと思います。とりあえず序章というかオープニングはこんな感じで、本の紹介をしていきますので、今後ともよろしくお願いします。バイバイ。